どうも、九州の窓です。皆さんは登山をしている時に膝を痛めたことはありませんか？自分も下山中に膝を痛めてしまい、しばらく登山ができないという状況になったことがあります。動画のコメントでも膝の怪我に苦しむ声が多く、これは徹底的に調べて動画にしようと奮起しました。数ある情報の中で特に目を引いたのが抜き足です。こちらの書籍をはじめ、YouTube やウェブサイトなどに抜き足が登山に優れているという記述がありました。というわけで今回は登山で注目を集めている抜き足について深く学んでいきたいと思います。よろしかったら最後までお付き合いください。そもそも抜き足とは何という方も多いかと思います。簡単に言えば、後ろ足を地面からそっと抜き取るように持ち上げる歩き方のことです。この独特な歩行術の歴史は古く、平安時代の源氏物語に登場し、そっと歩くという意味で用いられていました。そんな穏やかだった言葉、抜き足は、やがて時代が戦乱に突入すると、その進化を発揮し、軍事行動や諜報活動において必要不可欠な技術へと進化を遂げます。例えば、侍を例に挙げると、長距離を移動する際に抜き足が用いられていたとも言われています。重さ20から30キロにも及ぶ甲冑や武器を身にまとい、当時の舗装されていない道であってもバランスを保つことができ、膝や腰への負担が少ない抜き足は重宝されたと言われています。こういった移動手段だけではなく、武術などでも重宝される中、最も抜き足を必要としていたのが、そう、忍者です。抜き足、差し足、忍び足という言葉が象徴するように、彼らは音もなく任務を遂行するため、あらゆるシーンでこの歩行術を極め洗練されていきました。この秘伝の歩行術を学ぶには、忍者に教えてもらうのが最適だという考えに至り、ちょうど知り合いに忍者がいましたので、今回抜き足を教えていただくことになりました。教えていただくのはこの方。ヒムカ忍術道場、ヒムカ原神祭師範です。まずは抜き足についてお話を伺いましょう。忍者は抜き足を使うことによって、障害物の回避ですとか、後ろ重心から前重心に移すことによって、転倒を回避したりすることを可能にしておりました。で、忍者は長距離を移動する場合にも疲労の軽減なんかを期待して抜き足を使ってたと思われます。なるほどね。では抜き足を教わる前に通常の歩き方を見てみましょうか。かかとから着地、そしてつま先で地面を蹴る。皆さんも馴染み深い普通の歩き方ですね。では抜き足を見てもらう前に事前の説明を簡単にさせていただきます。抜き足、差し足、忍び足という言葉を聞いたことがある方は多いかと思います。実はこれ、抜き足と差し足、このセットで忍び足となります。今から見てもらうのはその忍び足ですね。この忍び足から抜き足の原理を学んでいきましょう。一回ここの後ろ、日陰に一回つけるのが基本。で、小指から刺すのが差し足。で、何もなければ足を下ろしていく。で、一回ここに当てて、小指から刺していく。これが忍び足の一連の動きですね。簡単に言うと、後ろ足を持ち上げる動きが抜き足、足を地面に下ろす動きが差し足ですね。正面から見ると、膝を横に広げるように上げていますね。これは足を前に出すと、障害物に引っかかる可能性があるからとのことです。差し足は小指側からそっと地面に足をつけます。こうすることで視界が悪い状況でも地面の状況を察知して危険を感知することができるとのことです。皆さんも経験されたことがあると思いますが、床に巻き石が巻かれて危ないという状況下においても、差し足で路面の状況を感知することで怪我を回避することができます。そんなの役に立つかと思われるかもしれませんが、実際のところ忍者はフィールドワークとサバイバルの達人でもあるんですね。
どんな厳しい環境下でも任務を遂行し、自分の命も守る。この一見すると現代では使えないような動きが窮地で皆さんの命を助けてくれるかもしれませんし、今回のメインである抜き足を練習するのに、この忍び足は最適な練習方法だと思います。では今度は抜き足に焦点を当てて見ていきましょう。この時は重心は軸足。地面を蹴って足を上げない。股関節を起点に足を持ち上げます。イメージとしては後日わざわざ送ってくれたんですが、田んぼ、沼で足がはまった時に足を抜くような感じとのことです。忍者もラインを使うんですね。地面を蹴らずに足を抜いて着地するまで重心は軸足のまま。着地してから重心を前に動かし、軸足を入れ替える。これが抜き足という歩き方のイメージですね。師範曰く、昔の歩き方は太ももを使う。日本人の歩き方は蹴るとふくらはぎが疲労すると。この歩き方だと太ももをメインに使うから、太ももの方が太いから疲れづらいんだっていう人もおりあるわけ。なるほどですね。調べてみるとまさに師範の言う通りで、地面を蹴る一般的な歩き方の場合、ふくらはぎの筋肉を使うことになりますが、その大きさは全身の 3% 程度です。一方で股関節を起点に足を持ち上げる抜き足の場合、大腿四頭筋や大臀筋といった非常に大きな筋肉を使用します。その比率は約20から 25% とされています。大きな筋肉を使用することでふくらはぎへの負担の集中を防ぎ、疲労を分散させることにつながります。そして今回の重要なテーマの一つが膝への負担軽減です。ここで先ほどの差し足が非常に参考になります。膝への負担は着地した瞬間の衝撃の大きさを示す地面反力と、体を支えたり持ち上げる力の大きさを示す膝関節伸展モーメントの2つの指標が主に使われます。一般的な研究データでは、平地を基準に上り坂と下り坂を比較すると、下りでの膝での衝撃や負荷がいかに大きいかがわかります。そこで差し足のように足をそっと置くことで着地衝撃を緩和させることにつながります。当然実際の差し足のようにつま先から着地する必要はありません。重心をかけずに足をそっと地面に置き、完全に着地してから重心を前に移す。一見すると無駄な動きが多いように見えるこの忍び足の一連の動きですが、極めて効果的かつ合理的な歩行技術だと言えますね。股関節を起点に足を抜き、地面にそっと足を下ろす。このイメージを明確にするためにも、ぜひ忍び足を試してみてください。あと、上り坂、下り坂、うんぽの方もレクチャーしてもらいました。上りの時は手を下に、歩くリズムに合わせて肩と手を上下させる。いわゆるヒゲダンスのような歩き方ですね。逆に下りの時は手を上に上げ、同じくリズムに合わせて肩と手を上下させる。楽しそうですね。伝承ではこの肩と手の上下運動で衝撃を吸収分散できると考えられていたそうです。そんなわけあるかと思うかもしれませんが、昔の人は舗装されていない道を長距離移動する中で数多くの歩き方のテクニックが生まれたと思います。この歩き方に現代科学的な根拠はないかもしれませんが、きっと楽しい気持ちにはなりますよね。辛い長旅をこうやって気を紛らわせていたのかもしれませんね。他にも寝ている人の枕元を通る時の歩き方などなど、日常で使える様々な忍術も教えていただきました。本当に興味深い体験でしたし、何より楽しかったですね。登山の装備や技術もどんどんアップグレードされてますけど、時には振り返ってみて先人たちの知恵に頼るっていうのも面白いし、本当に勉強になりますね。またこういった企画も考えていきたいと思います。今回ご協力いただいたひむか忍術道場のひむか原神祭師範は、忍者教室や忍者体験の開催、セミナーやイベントにもゲスト出演などをされているとのことです。
手裏剣の大会を開催したりもしていますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。あと、世を忍ぶ姿だと思いますが、お好み焼き屋さんをやっておられます。宮崎市にある創作お好み焼きシェコパン。本当に気さくな方ですので、美味しいお好み焼きと一緒に忍者の話なども聞いて楽しいひとときを過ごせるかと思います。こんなところでしょうか。長々とお付き合いくださりありがとうございます。動画に関するご意見やご感想などありましたらコメントいただけると嬉しいです。登山のレポートなどはヤマップでも配信しておりますので、よろしかったらフォローしてください。気が向きましたらチャンネル登録と高評価もお願いいたします。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。